ナマンダブアマンダブアマンダブアマンダブツナ安楽浄土に至る人、五辱悪世に帰りては、釈迦牟尼仏のごとくにて、利益衆生は極もなしと。ナマンダブ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 ツナマンダ。皆様こんにちは。この度はここドイツエコー寺のお盆法要のご縁でございます。ただいま拝読させていただきました御門は、浄土真宗というこの教えをお開きになられた親鸞上人が、こちら真ん中にいらっしゃいます阿弥陀様という仏様のお徳を歌われたお歌の一つでございます。安楽浄土に至る人、五辱悪世に帰りては、阿弥陀様のそのお救いのお働きによって、阿弥陀様の仏様の世界、お浄土へと生まれた方々は仏様となられます。そして仏様となられた方々は、またこの苦しみや悩み渦巻くこの迷いの世界、私たちのこの世界ですね、ここにまた帰ってきますというんです。そしてそこで何をするかというと、釈迦牟尼仏のごとくにて利益衆生は極もなし。そしてまるでお釈迦様が、インドにお生まれになられたお釈迦様がさまざまな巧みな手立てを持って多くの人々を仏教の道へと導いたように、亡くなられお浄土へと生まれ仏様となられた懐かしい方々も、この私たちのところへ戻ってきて、さまざまな手立てを持ってこの私たちを仏様の教えへ導こうとお働きになられるのです。こういったお歌でございます。今年はここエコー寺で皆様に集まっていただき、お盆の法要をするということが残念ながらできません。ですので、これは去年の話なんですけれども、このお盆法要の前にですね、お盆と書いた広告のポスターをお寺の前に貼らせていただいた時です。そこをたまたま小さな日本人の女の子とそのお母さんが通ったんですね。私がそのポスターを貼っているその後ろで、その女の子がお母さんにこう尋ねました。お母さん、お盆ってなーに？こう尋ねました。するとお母さんは、何々ちゃん、この間おじいちゃんが亡くなったよね。お盆というのはおじいちゃんや亡くなったおばあちゃんや、そのまたひいおじいちゃんひいおばあちゃんたちがまたここに帰ってくる時なんだよ。こういうふうにその女の子に説明をしておりました。日本ではこのお盆という時期は、亡くなられた懐かしい方々がそのいらっしゃるどこかの世界から私たちのところへ帰ってくる。そして数日過ごしてまたお盆が終わると元の世界へ帰っていく、そういった時期であると思っている方々がたくさんいらっしゃいます。こういった言い伝えがあるんですね。ですがここ浄土真宗の教えでは、そのように亡くなった方々が期間限定で帰ってくる、そういった風には説かないんですね。この浄土真宗の教えではどういうふうに言うかというと、先ほど親鸞上人のお歌でありました通り、阿弥陀様のお浄土へと生まれ仏となった方々は、この私たちのところへ帰ってきて、多くの人々の仏教へと導くような手立てを行います。
そしてその働き手立てをするというのは決してお盆という期間限定の時だけじゃありません。亡くなり仏様となられたその時、仏様としてのその慈悲が芽生えるわけでございます。そのお慈悲というのは苦しみ悩むすべての人々を救う、この仏教の道へと導きたい、そういった大いなるお慈悲が芽生えるんですね。そのお慈悲が芽生えたからにはもうすぐにお浄土へと生まれたけれども、すぐにもうこのまた迷いの世界へ帰ってきて、まずはご縁のあった方々からかもしれません、多くの人々を仏教の道へと導こうと働かれます。つまり期間限定で帰ってくるんではありません。亡くなられたその瞬間からすでに仏様としてのお働きをこの私たちのここですぐそばでいつも寄り添ってくださいながら仏様としての働きをされていくのです。懐かしい方が亡くなられた懐かしい方々、亡くなった時に大きな悲しみがあったことかと思います。それぞれ今この動画を見てくださっているそれぞれの方にそういった思いがあったこともあるかなと思います。私にもあります。そしてその度にお葬儀であったりと、またその後のご法事がありますよね。そういったのはやはりその亡くなった方々が私たちを仏教の教えとどうか目覚めてくださるようにとご用意してくださったご縁ではないかなと、味わうことができるのではないかと思います。そしてその亡くなられた方々が仏様としてされるそのお働きというのは、この私たちの煩悩にまみれたこの目では決して見ることはできません。ですがその方々が阿弥陀様のお働きを今私たちにつないでくださっている、そういった働きをしている、その何よりもの証というのがこの私たちの口からあふれ出てくる南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏というお念仏なのです。南無阿弥陀仏というこのお念仏は阿弥陀様からの呼びかけでございます。私に任せよ、必ず救う、どうか安心してあなたの命を過ごしなさい。いつどのような形であなたがその命を終えようとも、この阿弥陀如来があなたのことを必ず救い取り、そして私の国浄土へと生まれさせ仏とならしめるぞと、そういった阿弥陀様からの呼びかけというのがこの南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏という私たちの口からあふれ出てくるお念仏なのです。そのお念仏が今私たちの口から出ているというのも、亡くなられた懐かしい方々が私たちにつないでくださった多くのご縁があったからでございます。どうか一度この動画の前にいらっしゃる皆様、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏とお念仏申してみてください。南無阿弥陀仏、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 南無阿弥陀仏。恥ずかしい方は声に出さなくても大丈夫です。心の中でお念仏唱えてみてください。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。この南無阿弥陀仏というたった短い漢字にすればたった6字の短い言葉ではありますけれども、この南無阿弥陀仏というこの6字に阿弥陀様のあなたを決して見捨てはしない、必ず救うというそのお働きのすべてが詰まっております。そのお働きのすべてがさまざまなご縁を通して今私たちの口から出ていてくださっている、まさにその証とそのお働きが私たちに届いているその証がこの南無阿弥陀仏というお念仏なのでございます。亡くなられた方が仏様となり、そして今私たちのすぐそばでその仏様としてのお働きをされているように、私たちの命というのはいつかその終えていかなければなりません。そして私たちの命というのは置いていくだけではないと今こうして聞かせていただいております。この命を終えたならば仏様、阿弥陀様のお浄土へと生まれ、この私自身もそのお力によって仏様とさせていただく。そしてまた阿弥陀様のお働きによってこの私たちには仏様としてのご慈悲の心が芽生え、また
悩み苦しみこの迷いの世界に生き続ける多くの人々を救わせて、多くの人々を仏様への教えに導く手、またそのお働きをこの私もさせていただける、そういった、人生、そういった人生、そういったことがまたある人生を今私たちは、今ここで過ごさせていただいているのであります。このお盆をご縁にですね、亡くなられた多くの懐かしい方々を偲ぶとともに、また私もそういった仏様といつかならせていただき、そういったお働きをさせていただく人生を送らせていただいているんだなと、こう味わわせていただければなと思います。それではこの法要の寛容としまして、本願寺第8代蓮如上人のお書きになられたお手紙5文章上人一流章を、読ませていただきまして、この法要の寛容とさせていただきたいと思います。何万だつ何万だつ何万だつ。上人一流のご関係の趣は、信心のもって御とせられ候。そのゆえはもろもろの造業を投げ捨てて、一心に皆に奇妙すれば、不可思議の眼力として文の方より往生は事情せしめたも、そのくらいを一年発起入少女始終とも釈し、その上の称名念仏った如来我が往生を定めたまいし、言王人の念仏と心べきなり、あなかしこ、あなかしこ。何万だつ何万だナマンダ